レダ・ビトソンの XLCH、アイアンスポーツ、アイアンショベルっていうのかな、黒豹アイアンに関しては、見ての通りちょっとスラングないでたちじゃん。あれはやっぱり少し意識してる。なんだろうな、とことんサイドバルブとかK モデルとかさね、ああいうさ古い KR とかそういうんじゃないから、どちらかというとK フレームでも60年代後期、そんなに立つじゃん球数もあったのかもしれないけど、そんなに目立つほどどうこうのバイクではないんだよあれって。69年ってそういうぐらいかな、もっと前半の方がかっこいいんだけどさ。でもだから逆に幅が広がるというか、どうでもいいではないけど、それほど大したバイクではないものを振り幅があるんで、それをなんていうの、例えば正統派ではなくて逆行していくような、大体あんな派手なバイクないじゃん。だけどどこかにヴィンテージ感って感じるよあれ。バランスはすごく意識してるバイク。バイクはもともと乗ってた、もう昔から乗ってた。いつぐらいから？もうそりゃ高校時代からだよね。今だとカットになるかもしれないけど、走り屋とかさね、公道レーサーとか街道レーサーとかさ、そんなような真似事はしてたし、案外峠だと速かったんだよ俺。でもね、それから一時的に全然バイクなんてモーターサイクルに興味も示せなくなったので、気が付いてらハーレーを買おうっていうきっかけもあって、それで買った。でもレースには参加してなかったけど、本当最近だよね。本当 4,5 年前ってそんな感じです。じゃあレースに参加したらレースが楽しくなって、じゃあもう公道で走るのはいいやみたいな感じになっちゃったんですか？そもそも公道で走ること自体はそんなに好きじゃなかったから、アグレッシブに走るっていうのは若い頃じゃん。そういうのは楽しいんだよ。でもさ、ルールにのっとって走るってさ、難しいんだよ俺にとっては。だからいや50のおっさんが俺にとってはルールにのっとっては難しいっていうのはもう危ねえやつだけどさ、そうじゃなくって、気持ちよく乗るには何の弊害もなくね、乗った方が気持ちいいじゃんっていうのが、俺の中ではそういうコースとかで走る方が性に合ってるなって。これって400メートルぐらい？今のはこれこそ60メートル。そんなに60メートル。そっかそっか、半分ぐらい残しとかないと向こうに行っちゃう人いるんだよ。突っ切っちゃうんだ。そうで、例えば制動装置、前後あるバイクに関しては止まれると思う。でも俺たちのバイクってフラットトラックじゃフロントいらないんですよ。だからミアブレーキだけちょっとさ止まりきれないで、ブロックタイヤじゃないからスーッて、だから60メーターぐらいにして一速で軽く楽しむ。そうなんだ。ガチに見え、前から見てるとガチに見えない。あんなガチじゃないから。ガチじゃない。だってフラッグガールとかタシュあんな引っ掛けたら大事故だから、楽しむっていうのはガチでやっちゃダメなの。安全性が保たれてて、誰にもその迷惑をかけないっていう保証があるレースだったら打ち
ちらはまあまあガチでいくよでもあれはもう話し合いながら、例えば達也とかの話、みーちゃんがあそこにいるから、アイアンの場合パワーがあるから振られちゃうから、スタートだけは軽くいこう、だから軽くやってる。それでもスピード出るじゃん、で楽しいじゃん。あの赤いバイクはこれ息子の方なのね、ナンバーをねついてるバイクおじさん持ってないんですよ。で息子さんで私の息子なんだけど、彼もそのハーレー・ダビッドソン要はチョッパーに憧れてそういう世界を見たいと。で自分でね実費でお金出して買ってのいいものがあるんで、ちょうどいいのがあるから、それが69年。俺も69年の黒いブラックパンサー号持ってるけど同じなんだよね、あれ同じなの。そうあれかっこいいよね。大人でもかっこいいなって思うと思うよ。乗って沸かすじゃない。乗っただけじゃ多分収まんない。乗ってて誰も見られてないんだったら乗んない。だったら人を沸かせて人に喜んでもらいたいって思うんで、どちらかというと目立ちたいっていうものはきっとなければこんな話はしないんだけど、その目立つというよりは人が笑ってくれたり人が盛り上がってくれるとなんかやったなみたいな、そういうのある。前に田代さんの撮影で、フラットトラックで田代さんが運転してくれて、僕がカメラをこう持ってぶつかったじゃないですか。あったね。あの時に僕がすごい喜んだんですよ、いいのが撮れたって喜んだら、その時にねすごいまさかねもう喜んでくれて、いやこんなに喜んでくれるんだったらなんか俺突っ込んでよかったのかなみたいなありがとうございます。いや素晴らしい素晴らしい素晴らしい、最高。やっぱメットかぶってよかったね。いやいや最高最高。怖かった。最後見て最後。最後の見ましょう見ましょう。最高最高。オッケーオッケーよかった。そうだね、たけちゃんめっちゃ喜んだもんね。ネタとしてなったからよかったなって。田代さんさちょっといいね入りすぎだよね俺が流れてくるんが分かるでしょって。でウリがさ構えてるわけじゃん、もうこうにあって構えてるんだったらそこに突っ込んでけって意味かと思うわけ。ウリはさなんかカメラを向けると何かしろっていう合図なんで、そのスイッチが入ったってわけでもないんだけど、ウリがずっとここにやってるからウリのとこ突っ込んでがいいかなと思って。でもだけど田代さんだから運転してるんが絶対に俺と接触はしないと思ってギリギリまで行ってやろうと思ったの。そうすればたけちゃん喜ぶんですよ、編集する時に。やっぱりその辺の意思疎通は
田代さんにもウリにも俺にも共通認識であったと思ったんだよ。そうしたら俺だけであの2人はなかったまさかこいつ突っ込んでくると思わなかったと思ってあの時悪いことしたからさ、運転してるんがさ田代さんだったからさ、やべえと思ってさ行ってさすいません私はフォレストサンズ長瀞っていうキャンプ場を運営してます。でフォレストサンズ長瀞どういうとこなの？首都圏から1時間半ぐらいですかね。関越自動車道花園インター降りて20分ぐらいなんですけど、その、アクセスのいい埼玉県長瀞町っていうところで、トラベルトレーラーを、25施設、それを宿泊施設にしたもの、大中小分かれてますけど、あとコテージ、8名から12名ほど泊まれるコテージを8棟、テントサイトが、18区画、結構広い清潔なテントサイトなんですけどね。あとそのブッシュクラフトっていうカルチャーがあるんですけど、その直火 OK みたいな野猿テントみたいなパップテントみたいなの貼って一人で過ごしたりする、そんなようなスペースが、限定20組で、今ここが、コワーキングスペースになってますけど、その、コロナ禍によって今オフィスが分散化されてる今ですね、部屋で家でつまんないじゃないですか仕事やってても。たまにはこういう景色を見ながらマイナスイオンを目で感じて、で家というかそのリモートと同じような環境をここに設けて、で各部屋で過ごしてもらってもいいし、こういうパーソナルな部分で過ごしてもらってもいいし、あとその付帯施設でスケートパークとかもやってますね。ボルダリングもあるかな。シャワールームとかウォッシュルームがあってね、ここはもう共有ですよ。おしゃれな。そうか、普通じゃね？いやなんかね、キャンプ場っていうほら聞いてると、キャンプ場じゃない。キャンプ場ってもうちょっとなんかほら僕のイメージですよ。僕の小学校の時とか行ったキャンプ場ってもうちょっとこうなんて言うんでしょうねあんまりこうトイレとかも行きたくね、これトイレみたいな。おかしい。小学校の時のキャンプ場は俺もわかるよ。ただ野山じゃん。そう今のキャンプ場はこのくらいまでこうやってあげていかないとお客さんご理解いただけない。確かにでもそうですよね。確かに、これやりすぎかもしれないけど、このくらいやればさ、お客さんって安心できるじゃん。そのバイカーの人たちがの距離感、なんかそんなに苦痛ではない距離感って1時間半とか2時間って苦痛ではないじゃん。さっと来てなんか店を広げて、でなんか料理とかいろいろアウトドアしてね、そういうのはすごく意識してる。だからどちらかというと自分のターゲット層は、都内近郊の人たち、埼玉県県南、千葉、神奈川、その辺の人たちがターゲット層なんで、ガチンコのキャンプ場を作るんではなくて、少し守られた感じのキャンプ場を清潔感もしっかり、そういうのを作ってます。それ意識してますね。もともとそれはコンセプトかな。だからあんまりガツガツ芝にねガチガチ詰め込んでテント張るのもいいんだけど、チョッパーの人たちってあんまりね持ってこないじゃんもの。でもさ、ここにはさフォレストサンズを中心にバイクで3分程度で全てのものが揃ってるんで、病院まであるんで。スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、病院、もうそれだけあれば十分じゃん。でそういうのが揃ってるから、何も手ぶらで来てもこっちで全部調達できるよね。でフロントでも、うちのフロントでもレンタル品、販売品が充実してるんで、本当に手ぶらで OK ですよ。アメニティのタオル、バスタオル、歯ブラシ、これだけ持ってきて売って
ってない歯ブラシセットぐらい売ってるけどタオルバスタオルは売らないんで、それはもうこれいい機会なんでそれこそそのフォレストサンズに来る時何を持ってきたらいいのの必需品は何っていうとタオルバスタオル歯ブラシ、これは持ってきてと。あとはお金かかっていいんだったらこっちでほぼほぼ調達できるんじゃないね。手ぶらでキャンプしに来てくださいって言ってるぐらいなんでアメニティ持ってきてくださいねって話、参考にしてもらって、でだからこそチョッパーの人たちもさっと来てここで楽しめるよ。そのブラックパンサーっていうので今自分はその車両そのスポーツモーターサイクルの方はそれを意識してやってるので、フォレストサンズの山口って言ったらフォレストサンズの人でしょになっちゃう。でもブラックパンサーっていうと誰ってなる。ブラパンって誰なのって。俺さそれをさずっと SNS でさ上げてさ自分のかっこいいやつばっかこう上げてんだよ。いたずらに上げてる。だからそういうことをずっとやってるとこの人誰ってやっぱり少し興味を示す人っていてくれるじゃない。でその人がどういう人なんだろうなと思うとそこに気づくところそのフォレストサンズのフォレストサンズってどういうとこなの、それでフォレストサンズのホームページを見てくれたりするわけじゃん。それが一個と、あとはフォレストサンズとして例えばその草レースとか定期的にあるようなものに対してなんか協賛をさせてもらって、それでもう名前がボンって出て、でそれで派手なそれだけじゃなくってちゃんと走りはどうなんですかって言ったら勝てはしなくても派手なパフォーマンスができればみんな湧いてくれるじゃん。でそれで結局はフォレストサンズってどういうとこなのってなってフォレストサンズを見てもらえれば少しはうちに来てくれる人がいるんじゃないか。要はそれを見て来る人と来ない人っているじゃん。来ない人大変だよきっと。でも来る人がいる。それでも俺たちはそれでやった甲斐があるんで、そういう作業をするのにやっぱりやってくださいやってくださいお願いしますって頼むよりは興味を示してもらわなくちゃじゃん。興味を示すにはパフォーマンスが必要なんだよ。エンターテインメントが必要だ。エンターテインメントに興味を示してもらってさあ面白い人なんだなきっとって思って興味を示してくれれば結局は俺は自分で趣味とかスポーツだって言ってても回り回ってビジネスにしてる部分がやっぱある。ブラパンさんとかまーちゃんまーさん見せてください。俺みたいゴミ箱みたいなとこ見るのって言ってシャッター上げてあげてそれで見てちょっとまたがってもいいよとかそうこれ見に来たんですよなんて言ってくれるお客様もいらっしゃるんでそうああいうものは例えばキャンプ場に必要なのかなと思うとあんまり必要はなさそうじゃん。でもさブラパンの趣味とかっていう部分では俺は必要だと思う。プロモーションの一個だよね。ガレージあるんだったらバイクいじれるんですかって。バイクアンサーはいじれません。ただ置いてあるだけ。そうやっぱり作ってもらってで直してもらってそれの繰り返しな部分があってでじゃあそれをじゃああなた覚えないんですかって言ったら覚えられないんだよね。多分苦手なんだと思う。何なの拒否感拒否り感わかる？好きなことはさ漫画本とかさ読めるのにさなんでああいうの入ってこないんだろうね。それと一緒で俺は多分バイクのこのいじるっていう部分の拒否り感が半端じゃないんだと思う好きになろうって思ったこともあったと思う。だって人に頼むってさなんか気まずい時もあるじゃん。何度も頼むのさね。でもダメなんだ。だから諦めた。全然浮かばんねえな。楽しいからなんだよ
とか。あ、そうか、全然浮かばなかった。ごめん。いつもは必ず言ったことに対してすぐ即答できてふざけられるんだけど、ちょっと真剣に考えたらそういうものがないな。真面目にないな。その嫌なこと。嫌なことがないね。嫌なことがないっていうか、相手に対して嫌なことを感じないよね。だってこういうの困るんですよねとか、ああいうの困るんですよね、こういうルールをマナー守れないんですかなんていうのはないよね。いや、もちろんマナーはきっと俺が、見てる人たちはちゃんとマナーできてるから、道徳があって博学の人たちが多いよ。だから全力全開で面白いことやる。そうそれってどうしてっていうと、気使ってないから。相手がいや気使うよ、リスペクトしてるんだが、リスペクトは気は使ってないから。気を配りたいんだもん。だって楽しいじゃん、みんなが喜んでくれるじゃん。配りたいんだもん、しょうがないよね。だからそれでいいと思うよ。でもそれをやったことは全然後悔がないじゃない。気を配ることを楽しんで良かれと思ってやったことなんて別に角も立たないし、それがホスピタリティだよ。自己防衛のためにやるんじゃ、それはホスピタリティじゃないよね。じゃあこの流れで最後、はい、じゃあバイク乗りに何か一言アドバイスでもなんそれ、そういう一番よくあるよね。ノスタルジックバイクってさ、最後に一言、もし故障しちゃってもさ、近くにさ敏腕バイク屋さんなんかもあったり、そういう紹介もできるし、俺がトラックで積んでバイク屋さんに運んであげたりもできるから。そうだけど家まで持ってってごめん、ガレージがあるから置いとくから、また電車で来てって、トランポで来てとかいうのもできるし、実際そういうこともあったしね。だから動かなくなっちゃったって、直せますかねって言うから、直せねえんだよ俺ってだから置いといてって、でそのまま二欠で帰っちゃいなって、でまた戻ってずっと置いといていいからって、何にもしない、ちゃんと扱ってるから、そういうのよくあるよ。だってね、雨ざらし絶対嫌じゃんかわいそうじゃん。あとはやっぱりそういうのってトラブルがみんなやっぱり嫌だし、責任取りたくないから、うちで何か起きた時に、うちでは責任持てないんで、そういうことはちょっとできないんですっていうと、そういうふうになっていがちじゃないですか最近はね。よほどのことがなければそんなとんでもないトラブルにはならないんで、置いといたら盗まれましたって言ったらそれは申し訳ないなと思うけど、先に言っとくよ。盗まれたらごめんねって。俺も含め俺の周りの人たちはそういうお客さんに対しても優しいから、ちゃんとルールマナーをがっつり守ってではなくって、大人の楽しみ方をここでしてもらう人たち全員は、僕たちもその歩み寄ってすごく親切に楽しいキャンプを過ごせるように努力させてもらってるんで、努めますんで、もう来てください。バイカーの人たち、どんなスポーツバイクに乗ってるそのモーターサイクルに精通のある方がここに来た時に一言、何も持ってこなくていいからバスタオルと歯ブラシだけは持って来てくれと。そうしたら俺が何とかしてあげる。さっき言ったじゃんだって一言って言ったじゃん
わかんないな。こんにちは、すいません、ちょっと撮影してまして申し訳ないです。あ、大丈夫です大丈夫です。切っちゃいますんで恐れ入ります。はい、大丈夫です。あの時もあなんかったね。すごくね、ありがとうね。じゃあ明日もよろしくね。ありがとうありがとう。すいません。